アメリカ産のこれちょっと今測ったんだけど、どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。最近ちょっと視聴者の方も若干ですが増えてきましてコメントもねよくもらえるようになってきまして、コメントの中で牛タンさばいてもらったのは分かりやすかったんですけど、先っぽの方端材でこれ煮込みますよとかって言ってたところをうちでどういう風に活用してるかっていうのを質問されたので、こういうパターンもあるよっていうのをお伝えしていきたいと思います。今日ですね、こちらアメリカ産の牛タンですね。いつもは和牛のタン先を使ってカレーとか煮込みとかを作るんですけど、今日は在庫してあったアメリカ産の牛タン、これ結構いいやつっていうか割と箸も入ってると思いますんで、これまずさばいていって先っぽの方をどういう風に使うかっていうのをやっていきたいと思います。今さばいたんですけど動画の尺長くなりそうなんで、さばいてるところは第1話で和牛のタンのさばき方っていうのがあるので、そちらを概要欄に貼っておくので見ておいてください。今アメリカ産のタンをさばきまして、先っぽですね、ここがあって真ん中よりちょっと先っぽ寄りのところで1回落として、これを全部麻婆豆腐にしていきたいと思います。単純に細かくこう切っていくんですけど、いつも通り普通に雑にこうバーバーバーと切っていって、でこれの一粒一粒というか、この肉の大きさは好みなんですけど、先っぽの方なんで硬い部位なんでミキサーとかで軽く細かくしてあげて、それでひき肉として使ってみてください。でこのタン下の部分も和牛の場合は使うとすごく美味しいので使ってください。ただアメリカ産なんで臭みが乗ってる可能性があるんで、今回はこの先っぽだけ、ここだけ使っていきたいと思います。はい、じゃあ、麻婆豆腐作り方ですね。先ほど牛タンさばきまして材料を切っていきます。最初長ネギですね、これみじん切りにしていきます。ネギはね多ければ多いほどうまいんでね、白髪ネギとかで出てくる端材を有効活用できますんで。なるほど。ネギ切るときは絶対潰さないように切ってください。この刃をしっかり使ってこうスッスッスッと、そうしないとネギの水分が全部出てきちゃうので、ここが一つポイントですね。潰さないコツとかあんの？この刃をしっかり、普通の刃だと多分こういう感じで切ると思うんですけど、しっかり刃をこう押すとね、こう潰れちゃうんですね。そう、これをこういう感じで切ってあげる。スライスさせるイメージね。そう、刃はこうやって当たっても切れないですけど、引くとスパッと切れるじゃないですか。この差ですね。最初に、肉味噌を作っていきます。まず油敷いていきます。豚のひき肉とか使う場合は油あんまり入れすぎるとビシャッとしちゃうので、油で。今回は牛タンの先っぽで脂質が少ないんで、ちょっと油で補ってあげるっていう感じです。多いな、これ全部タン。タンの先っぽと、あとタンの下とかも入ってる。これ多めに作っとけば麻婆ナスとかジャージャー麺とか、あとは担々麺の肉味噌とかそういうのにも使えるんで、多めに作って冷凍できるんで冷凍して保管しといてください。で炒めてるんですけど、これ豚の合いびき肉でも一緒なんですけど、まだこの肉汁っていうかここが濁ってるじゃないですか。これまだ炒めきれてない証拠です。これが透明になってくるんで、そしたら肉の臭みとかが飛んでしっかり炒まりましたよっていうことになるんで、もうちょっと炒めます。少しずつちょっとこう色が変わってきてるのは分かりますね。若干透明になりつつあるんですけど、こうなってくるともう次調味料入れていいですよっていう合図になりますので、ここに調味料入れていきます。調味料なんですけど、一応1回全部説明しておきます。山椒、一味、自家製のラー油なんですけど、唐辛子とかをこう炒めて作ってるんで、その実になる部分です。これがラー油の油ですね。これがオイスターソースとニンニクを混ぜたもの。これが普通の味噌ですね。豆豉っていうのを使いたかったんですけど、豆豉がなかったんでこれでちょっと代用します。豆豉がある場合はこれは豆豉に変えてください。これは豆板醤、甜麺醤、あと酒、醤油、すりおろしのニンニク、豆腐、水溶き片栗粉って感じですね。まずここに甜麺醤入れていきます。酒と醤油ですね。
胡椒ですね。これで肉味噌完成です。で火を止めた状態のフライパンですね。火止めてもうちょっと油、すりおろしのニンニク、続いて豆板醤、一味の唐辛子ですね、身の入ったラー油ですね。これ入れます。これで今辛みが3つ入りましたね。止めた状態で入れて、ここから強火にかけます。でこれちょっと焦げやすいのでスピーディーにいきますね。お玉の背の方でこう混ぜるような感じです。これでねこう火にかけることによって香りが一気に立ちます。すごいね。食感がそそられる香りだ。で泡がねプツプツしている状態、これで止めてください。これ以上やると焦げます。これで今この香りが一気に開いたので、ここに中華スープ、そしたら火かけます。次もう一個大事なポイントです。お豆腐なんですけども、今お湯沸かしてまして、ここに塩一つまみぐらいです。でお湯で湯がいていきます。お豆腐なんですけど絹ごしがおすすめです。やっぱ表面が滑らかなんで、すごい食感がいいので、これを使うのがおすすめです。木綿って炒める用のお豆腐なんですよ。ゴーヤチャンプルとかそういうのに炒める用の時は木綿使ってください。でこういう風に、煮る系っていうんですかね、そういうのは絹ごしがおすすめです。こんな感じの2センチ角ぐらいですかね。これぐらいで切ってください。これが沸騰してこうゆらゆらしてきたら完成というか混ぜるタイミングです。今お豆腐茹でてる間にこっち完成させていきたいんですけど、まず豆豉ですね。豆豉の代わりに今日は普通の合わせ味噌、オイスターソースとニンニク混ぜたものですね。刻んだネギで、さっきの肉味噌ですね。結構いったね。結構いったもそうなんだけど、うまそう。うまそうでしょ。で豆腐見ていただくとちょっと踊ってるの分かりますか。これぐらいが混ぜるチャンスです。で温めることによって弾力が出て崩れにくい豆腐ができるので、これがポイントですね。このプニプニしてる感じ、プルプル、これ絶対温めるのを忘れないようにしてください。一回茹でるだけで結構変わるんだよ。だいぶそうなんで、これねやんない方多いんですけど、これ絶対やった方がいいですね。でここからは豆腐が崩れないようにお玉のこの背の方でこう混ぜるような感じですね。でスープの量なんですけど、これぐらいの感じで覚えておいてもらえるといいかなと思います。そしたら仕上げにラー油、身のない方ですね、これ入れます。で山椒一つまみ、最後に水溶き片栗粉入れます。で片栗粉と水の量はだいたい半々、ちょっと片栗粉多いぐらいでいいと思います。いい感じですね。ああ、とろんでんね。これで最後に火を止めて山椒、はい、これで出来上がりです。そしたら麻婆豆腐大食いの方に移っていきたいと思います。というわけで今できた麻婆豆腐、おお、これちょっと今測ったんだけど 1300g。 麻婆だけでそういや俺麻婆丼になってるかと思ってたんだよマジで全部麻婆でいけんじゃんって思ってたらご飯別だったんで、合計でほぼ2キロ。おお、この前のリベンジ戦じゃない。リベンジだねこれで。今日麻婆だからね食べやすいんじゃない。めっちゃいける、期待してます。はい、麻婆なんであったかいうちいただきたいと思います。熱々でね重いよだいぶ。じゃあ早速いただきます。すごいじゃん、ちゃんとうまいめちゃくちゃうまい。久しぶりに本格的に作ってみたんだけど、パンうまいね。なんか食感があるよね、しっかり絶対にご飯これは流し込める。牛タンの先っぽとか端材とか結構お店の方とかお肉屋さんでも悩まれてる方多いと思いますんで、肉味噌で作ると大量に消費できるんで、さっき作った分でだいたい4等分ぐらいですかねはできたと思いますんで、ちょっと使ってみてください。結構辛いね。結構辛めに作った。結構辛くて山椒が効いてていい感じに。
豆板醤とか唐辛子の香りを立たせたから結構こうふわっと唐辛子っぽい香りがすると思うんだよね。もう丼にしちゃうんだよ。一緒。これはうまいね。ご飯と合うマジで。全然やっぱね家庭用とは違うよね味が。お店の味ちゃんと本格中華。うわいいね。いきます。うわうん。あ、これいけるね。ずっといける。またお前米とのバランスミスんだよ。進む進む。わんぱくだね。辛い。夏にはいいかもねでもこれから。もうあと1個とかいける。辛い。じゃあちょっと今日動画の尺長くなりそうなんで、まずここから大食いスタートということでじゃあもうシンプルにいただきます。かっくらってください。というわけでお待たせしました。いやー前回ダメだったんでね、今日はなんとかって思ったんですけどいけそうです。完食ですか。これおお、あとスープだけでね。スープはちょっと辛辛すぎる。めちゃくちゃうまい。体の内側からこう熱くなってくる。逆にでもね暑い時って辛いの食べると体内温度って下がるもんだからおすすめだね。この麻婆豆腐はおすすめなんでね、レシピとかもまた概要欄に載っけておくんで試してみていただければと思います。この量もボリュームも皆さんもぜひ試してみてください。多分いけちゃいます。というわけで次回かな。大体産地とかエゴモとかそういうのを。ハラミはこの2本で1等分になります。